あなたのたった一つの嘘が多くの人を絶望に陥れるかもしれません。1951年、山口県小郷村夜会。当時人口4800人程度だったこの田舎町で日本の司法を揺るがす大事件が発生します。ある日、この村に住む早川夫婦が遺体で発見されたんです。警察は懸命な捜査の結果、すぐさま犯人を逮捕することに成功。この事件は友人ら5人が共謀したことによる集団強盗殺人事件だったんです。そして捜査を進めていくうちにある驚愕の事実が判明。この集団強盗殺人事件はたった一つの嘘から始まったんです。突如として田舎町で発生した集団強盗殺人。事件の裏に隠された真実とは一体何なのか。それは日本警察のずさんさが生んだでっち上げだったんです。嘘つかない浮気しない女の子が好き、ケンちゃんです。闇やみこです。本日ご紹介するのはですね、たった一つの嘘が生み出してしまった事件、夜会事件についてご紹介します。そもそもね、この事件何がね、嘘だったのか、一緒にね、VTR を見ながらね、メトラの皆さんもコメント欄で予想してみてください。まずはね、どんな事件だったのか。その現場はとても凄惨なものだったんです。事件発覚。遡ること70年ほど前の1951年、現在の山口県田布施町の小郷村夜会が今回の舞台。1月25日午前9時頃、この地に住む早川夫婦の自宅には大勢の警察の姿がありました。当時64歳の早川宗兵衛さんと同じく64歳の早川久さんが遺体となって発見されたんです。夫の宗兵衛さんは刃物でめった刺しにされており、辺りは血の海。そして妻の久さんはなんと首を吊った姿で発見されたんです。死亡推定時刻は前日の深夜。警察は現場の状況から見て、早川夫婦の間で何らかのトラブルが発生し、久さんが宗兵衛さんを殺害した後に自ら命を絶ったという見方をするんです。しかし捜査を進めていくと新たな事実が発覚。現場は窓が全て閉められており密室状態だったんですが、一箇所だけ床に張られた板が外されていることが判明したんです。その板から続く床下には人間が這ったような跡が。極めつけはタンスの中の金銭がなくなっていたこと。警察はこれらの状況からこの事件は夫婦間のトラブルに偽装された強盗殺人事件と判断。一気に捜査の舵を切るんです。さらに警察はこの偽装工作の規模を見て、犯人は単独犯ではなく複数人による犯行だと推測。決め手となったのはリビングに放置されていたお酒の空き瓶。この酒瓶から夫婦ではない第三者の指紋が検出されたんです。つまりこれは犯人が置き忘れたということ。警察はこのわずかな違和感を見逃しませんでした。夫婦を自殺に見せかける徹底的な偽装工作をしているにもかかわらず、酒瓶を忘れるという凡ミス。偽装工作するような単独犯なら酒瓶を忘れるはずがない。これは複数人で行動していることによる一人の油断によるものだと推理したんです。めちゃくちゃ鋭いじゃないの。長年の勘だったのかもしれないですけど、果たしてね、犯人は本当に複数人だったでしょうか。警察は酒瓶に残った指紋の人物をすぐさま特定し逮捕。その人物の名は吉岡明22歳。警察の取り調べで吉岡は全ての罪を自白。さらに犯行グループの共犯者全員を吉岡の供述をもとに逮捕することができたんです。主犯格とされた人物は阿藤周平23歳。吉岡の普段からの遊び仲間でした。そして最終的に逮捕された犯行グループの人数は、最初に逮捕された吉岡と主犯格阿藤を含めなんと5人。やはり全員吉岡と阿藤の友人たちでした。悪い意味で仲いいなこいつら。なぜ彼らは友人同士で結託し、このような凄惨な事件を犯すことになったのか。そこには驚愕の真実と一つの嘘があったんです。警察優秀じゃないの。この時代はね、科学技術もね、発達してなかったんで、実際ね、現場に行って状況を見て、そこからね、仮説を立てて検証するっていうね、そういうことが非常に重要なね、時代だったんです。そしてこの集団強盗事件はある一つの隠された真実があるんです。事件当日何があったのか見ていきましょう。事件の真相。事件当日1月24日の夜、飲み屋で焼酎をたしなむ一人の男。その男は吉岡でした。彼はこの時ある決心を固めていたんです。それは早川夫婦から金銭を奪うこと。吉岡はこの頃金に困っていたんですが、早川夫婦に関するある噂を聞いていたんです。それは早川夫婦のもとにハワイの親類から大金が送られてきているというもの。あくまでこれは信憑性のない噂話。しかしどうしても金が欲しかった吉岡はこの日早川夫婦
婦の自宅に侵入し金銭を奪おうと計画していたんです。しかし他人の家に盗みに入るのは度胸がいること。吉岡は犯行の前の景気づけのためにこの飲み屋で酒を飲んでいたんです。そして飲み屋を後にした吉岡は焼酎瓶を買いちびちびと飲みながら早川夫婦の自宅に向かいます。そうして早川夫婦の自宅に到着した吉岡はあっさりと侵入に成功。しかし彼は侵入した後にふと自らの行動の異常さに気づくんです。そして緊張のあまり手の震えが止まらなかった吉岡。彼はこれを抑えるためにもっと酔わなければと焼酎瓶を一気に飲み干し空き瓶を台所に置くんです。この空き瓶がこいつの逮捕に繋がったってことなんだけどさ、吉岡しか出てきてないじゃないまだ。他のやつはどこに？後から出てくるんです。吉岡は自宅内をくまなく物色。夫婦が寝ている寝室に入り、そこでタンスを発見するんです。このタンスに金が入っているに違いないと踏んだ吉岡は取っ手に手をかけます。しかしそのタイミングで夫の宗兵衛さんが目を覚ましてしまうんです。吉岡はその瞬間犯行が明るみになることを恐れ、すぐさま台所にあった斧で宗兵衛さんを殺害。さらには妻の久さんを布団で窒息死させたんです。無残にも夫婦を殺害した吉岡はタンスから現金1万数千円を盗み、ふとあることを思いつきます。それは警察の捜査の目を欺くための偽装工作。これにより冒頭でお伝えしたあたかも夫婦間トラブルが発生したかのような現場が作り上げられたんです。しかし吉岡は台所の空き瓶の一件であっけなく逮捕され、警察の取り調べを受けることに。言い逃れできないと観念した吉岡は素直に罪を認めるんです。いや吉岡以外誰も登場してないじゃん。そうなんですよ、闇子さん。それがね、この事件のやばいところなんです。先にお伝えした通り、警察はこの時現場の状況から犯行は複数犯によるものだと思い込んでいました。そして吉岡に共犯者の存在を白状するように問い詰めるんです。いきなり思いもよらない言いがかりをつけられた吉岡はもちろん困惑。そして何度も単独犯であることを主張。しかしそうしているにもかかわらず複数犯だと思い込んでいた警察は吉岡が共犯者をかばっていると決めつけ、何時間も尋問し続けたんです。意味のわからない尋問を受け続ける吉岡。しかし吉岡は尋問されて時間が経つうちによからぬことを思いつくんです。それはでっち上げ。なんと吉岡は共犯者を作り出せば自分の罪が軽くなると踏んで存在しない共犯者を作り出したんです。これこそがこの事件の真実だったんです。しかし吉岡が名前を出した4人の共犯者は自分の友達だったんです。最低じゃない。最低。この警察の行動は自らの主張をね正当化するための行動なんです。人間ね、見ず知らずのうちにね自分をね正当化しちゃうんすよ。はい、そうね。そしてね、その心理はねあるキーワードによってね説明できるんです。本日のメトラキーワード、認知的不協和理論。認知的不協和とは行動や考えの矛盾によって人が感じる不快感のこと。そして人は無意識のうちにこの認知的不協和をどうにか解消しようと考えを変えてしまうんです。早く寝たいけど夜更かしをする人っていますよね。これは早く寝たいという考えと夜更かししているという状態が矛盾しているんです。そこで自分は夜型だからと考えを変えるとどうでしょうか。自分は夜型だから夜の方が調子がいい、だから夜更かししているという具合に矛盾を解消し不快感をなくすことで自分の行動を正当化するんです。吉岡をね取り調べた警察も当時の状況と、吉岡のね供述、これを比較してね矛盾があると思っちゃったんですよね。その結果ね、吉岡がね嘘をついているとねさらに思い込みが激しくなっていくんです。そしてさらに警察の自白の強要は続いていきます。悪夢の尋問。吉岡の嘘の供述により突如として強盗殺人犯に仕立て上げられた阿藤をはじめとする4人の友人たち。友人だと思っていた男に裏切られた上に何も身に覚えのない疑いをかけられた4人は憤りを抑える間もなく尋問にかけられます。4人はもちろん犯行を否定。しかしアルゴメトリーを見ているそこのあなた、つまりメトロアの皆さんならわかると思うんですが、その時の警察に対して否認など無意味。犯行を否認する4人に対しついに痺れを切らした警察は容赦のない自白の強要をしてくるんです。毎日繰り返される長時間の取り調べ。4人は精神的にも肉体的にも追い詰められていきます。それは次第にエスカレート。なんと取り調べ官は阿藤たちを警棒で殴打したり線香の火で炙るなど暴力で自白を迫ったんです。それは取り調べの域を超える拷問でした。その過酷すぎる取り調べに冷静さを失った4人はついに限界を迎えます。嘘でも罪を認めたら楽になる。裁判で否定すればいい。こうして架空の共犯者たちは罪を認めたんです。警察は自白が取れるとすぐさま全員まとめて送検。マスコミに事件の詳細を発表します。こうして吉岡のたった一つの嘘と警察の自白強要がありもしない強盗殺人集団を作り上げてしまったんです。やられたことないけどさ、やっぱ拷問とか苦しみから逃れたいがためにさ、どうしても自白しちゃうものなのかしらね、これね。
まあね、極限状態にいると人間ってね、やっぱね、まともな判断っていうのはできないんでね。まあ一概にね、誰が悪いかっていうとね、もちろん警察もね、悪いんですよ。まあ誰が悪いか置いといてね、裁判がね、始まってしまいましたと。そしてね、無罪の4人にはね、とても悲惨な裁判の結果が待ち受けるんです。裁判の行方。第一審では事件の残虐性や逮捕時の自供などを踏まえた判決が下されます。まず、吉岡の供述によって主犯格に仕立て上げられた人物、阿藤周平。彼は警察の取り調べにも素直に応じませんでした。その結果、判決は主犯格とされたこともあり、死刑。そして、阿藤以外の吉岡を含む4人は無期懲役の判決が下されるんです。その後、吉岡は自分の罪を軽くするため、阿藤を含む4人は無罪を求めるため、控訴審へ進みます。そして、広島高裁で審理が行われるんですが、やはり4人の思いは通じません。広島高裁は地裁の事実認定を支持し、阿藤と吉岡は変わらず死刑と無期懲役でした。あとの3人は減刑され、懲役15年という判決。しかし、本来は無実の罪、もちろん無罪を主張して上告するんです。しかし、ここで吉岡は無期懲役の刑を受け入れ、上告することはありませんでした。こうして友人4人の人生を狂わせた男は、その罪を一生かけて償うことになるんです。なんで吉岡は急に罪を認めたのかしらね。友達の人生をね、振り回しちゃったんで、まあそれに対する罪悪感だったんじゃないかなって僕はそう信じたい。しかし、後を率いる4人の裁判はまだまだ続きます。4人は上告したはいいものの、そもそもね、上告っていうのは棄却されることも多くね、そういった場合には判決を変えることは不可能になるんです。そんな時にある救世主が現れます。あとはこの圧倒的不利な状況を打開すべくある人物に助けを求めました。その人物とは正木宏。数多くの事件で無罪を勝ち取ってきた凄腕の弁護士なんです。あとは無実を訴え正木弁護士に手紙を出しました。あとからの手紙を読んだ正木弁護士は早速調査を開始すると、4人アリバイがあることや首吊り工作が1人でも可能であることを根拠に4人が無罪であることを確信したんです。しかし先ほども述べた通り、そもそも上告は棄却されることがほとんど。上告が退けられれば刑は確定。その時点で彼らを助けることは困難になるんです。そこでこの凄腕弁護士は驚きの行動を出るんです。それが書籍の出版。事実を世間に伝え、世間の注目を集めることで上告の棄却を防いだんです。正木弁護士は書籍「裁判官、人の命は権力で奪えるものか」を発表。行動力すげえな。この書籍はなんとベストセラーを記録。後に映画化もされるほど人気になるんです。これにより夜会事件は世間からの注目を集めることに成功。無事に最高裁での裁判にこぎつけることに成功したんです。無罪かもしれないなんてね、本が出回ればね、裁判所もね、それを無視するわけにはいかないんです。そして4年後の1957年10月15日、ついに裁判はやり直しになったんです。その結果、当時の警察のずさんな捜査が明るみになり、一方的な決めつけからの自白強要の事実が認められたんです。そして1959年9月23日、4人の判決が言い渡されることに。彼らに下された判決は無罪。広島高裁はついにこの事件を吉岡の単独犯行と認定。全員に無罪が言い渡され、4人は8年8ヶ月の身柄拘束からついに解放されたんです。いや、長えよ。約9年。長いけど、ようやく自由を手に入れられたわけでしょ。まあね、結構この後もね、そう簡単にはいかなくてですね、なんと逆にね、検察側が上告してきて1回有罪になるんですよ。そしてさらにそれが覆って最後に無罪になるというね、めちゃくちゃ長期戦になっちゃったんですよね。この夜会事件、地裁から第3次最高裁まで7回の判決が行われ、なんと3回も事実認定が変遷する日本でも類を見ない事件となったんです。そして起訴から判決確定まで要した期間はなんと17年。吉岡がついたたった一つの嘘が4人もの人間の尊い17年という時間を無駄にしたんです。